皆さんこんにちは。サムエル笠原信夫と言います。今日は私が体験したこの失敗を通してのお話、ちょっとした失敗を通してのお話をですね、させていただきたいと思います。4、5年前だったというふうに思います。今私は東京に住んでいますけれども、その時はですね、新潟に住んでいました。で、ある日、みんなで回転寿司、美味しいですよね。特に100円均一の回転寿司なんかは時々行きますけれども、行っていましたけれども、すごい美味しいですよね。で、そこにですね、その日も何人かで私の車に乗って回転寿司屋さんに行ったんですね。それで、そこで楽しくお寿司を食べながら、そして最後デザートで締めて、いやもう本当に気分がいいなと思いながらね、そしてじゃあみんな帰ろうかみたいな感じで帰ろうとしたんですね。でそれで私の車に乗り込んで、そして、駐車場を出るときにちょっと方向転換してね、切り替えて入り口を違う方から出なきゃいけなかったので、そちらの方にですね向かうために一度ですね U ターンをしたんですね。で U ターンをするために一度駐車場内でバックをしまして、でバック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 っていう感じでバックしていった時に、ある瞬間ですね、ドーンっていうでかい音とともに私の車がバックしてるはずの私の車がバーンって前に飛び出したんですね。一体何が起こったんだというふうに思ったんですけれども、皆さんこれ聞いたらもうお分かりだと思いますが、バックしてる最中にですね車にぶつかってしまってたんですね。で私の車はその時軽自動車だったのでかなり小さな車に乗っていましたけれども、後ろを見たらですね、ものすごい大きなキャンピングカーにぶつかってたんですね。大人が何人も泊まれるほどの大きなキャンピングカーだったと思います。おそらくかなり高級なキャンピングカーだったと思いますね。でそれを見た瞬間ですね、うわーと思ったんですね。そして車の外に出てそのぶつかった方の車をちょっと見たところ、相手のバンパーに傷がついてしまっているのが分かりまして、もうまずいことになったってですね、もう失敗したっていうふうに思ったんですね。でそれでもう気持ちもね不安になってきてしまいましたし、もうどうしようかなっていうふうに思ったんですけれども、ともかくまずですね心を落ち着けて、でお祈りをすることにしました。で全てのことについて感謝しなさいというふうに聖書に書いてありますけれども、私はそれでですね、まず神様にこのことが許されたことを感謝します、ぶつかってしまいました、このこともありがとうございますというふうにですね感謝を始めました。でそれとともに最善の解決を与えてくださいというふうにですね、このお祈りを始めていきました。でお祈りしながら、そのキャンピングカーの運転手の方がこのお寿司屋さんから出てくるのを待っていたんですね。それで出てこられて、そして事情を説明して謝罪してね、本当に申し訳ありませんでしたというふうに謝罪をして、そして今後の対応ということでですねちょっとお話をさせていただいたんですね。それでこちら側はですね、その高級なキャンピングカーのパーツ、一つのパーツって言ったらもう何十万とかすると思いますけれども、あとそういったものを交換した時にそういったお金っていうのは持ってませんでしたし、家に帰ったとしても銀行にもどこにもそんなお金は私にはなかったんですね。で修理はもちろんされるだろうなというふうに思ったので、もしもそういった場合には私の保険、車の保険を使っていただいて、それで対応させていただければというふうに思いますというふうにねこちらの方から申し出て、そうしましたら対応が決まりましたらそちらに電話しますからねっていうことを言っていただいて、それでいろいろとそこで手続きをして所定の手続きが終わって、それでそれぞれ別れたんですね。
それで後日電話をいただけるということだったんですけれども、なかなか電話が来なくてですね、でちょっと電話が来るまですごく不安でしたね。それでもうずっとお祈りしていて、感謝をして、神様、このことが許されたことを感謝します、このぶつかってしまったことを感謝します、失敗してしまったことを感謝しますというふうにお祈りしながら、あるお祈りを始めました。もちろんこの最善の解決が与えられるようにというこのお祈りをしながら、その上でですね、できれば修理代がものすごく安く済むように、でもしも可能であればこのことがタダで全て解決できるように、無料で解決できるようにっていうですね、本当にずうずうしいようなお祈りかもしれませんけれども、心からそういう祈りをしていました。そうしましたら、ある日電話がかかってきましてですね、その方から電話がかかってきたんですけれども、どういうふうにどういう結果になるかなと思ってですね、もう電話出るのもちょっと怖いぐらいでしたけれども、ともあれこの電話に出て、もしもしこの度は本当に申し訳ありませんでしたっていうふうにですね、こちらの方からまず切り出しまして、そしたらですね、向こうの方が驚くようなことを言ってこられたんですね。もうどういうようなことを言われたのかというと、今回はもう大丈夫ですからって言われたんですね。大丈夫ですからっていうように聞き直したんですけど、そうしましたら、もう大丈夫です、こちら側はもう大丈夫ですから、無料でもう何も支払っていただかなくても大丈夫ですよって言ってくださったんですね。しかもあなたがもしもあなたのその車の保険で何かを支払う場合にそれをしてしまうと、保険を使ったってことになって今後の毎月の支払いとか高くなっていくでしょう。あなたはかわいそうだからそれもしなくて大丈夫ですから、今回はもうなかったことにしてこれで大丈夫ですよって言ってくださったんですね。いやいやではなくて心から言ってくださっているのが分かりました。でその時にですね、と思いましたね。こんな結果ってあるのかなって。でもですね、思ったんですね。これは祈りの答えだって、祈っていたことがそのままその通りに答えられてるって、そういうふうに感じました。でもう一つ祈っていたのは、相手の方との関係が悪くならないようにっていうことをですね祈っていたんですけれども、まさにもう本当にあちらの方もものすごいいい対応をしてくださって、関係もね全然悪いどころか良い関係になりまして、そして何もお金がかからずにそのことを全部なしでいいですからっていうふうに言ってくださったんですね。で私は失敗したわけですよね。もう大失敗だと思います。でもその中で感謝をして、そしてお祈りをしていく中で、最も素晴らしい、私にとって最も素晴らしい解決が与えられました。特にこの祈りがですね、そのままその通りに応えられるっていうことを体験して、まさに神様が祈りを聞いてくださって答えてくださる方なんだっていうことをですね、この失敗を通して体験することができたんですね。そういった意味でも私にとっては全てこの失敗も益となりましたし、そして祈りに応えてくださる神様をですね改めて体験させていただく、そういったこの事柄となりました。そういった体験をですね私はさせていただきましたけれども、ぜひ皆さんにもこういった体験をしていただきたいなというふうに思っています。それではですねまたお会いしたいというふうに思います。それではさようなら。輝く希望